こんにちは、のんさやです。また、この YouTube を見ていただいてありがとうございます。レーシングドローンの設計第2回目。本日は前回作ったトゥルー X をストレッチにするとどうなるのか、あと皆さん大好きなアストロ X の場合はどうなっているかを検証し、その後設計の方を進めていきたいと思います。なお、前回は動画のスピードを半分のスピードにし、かなりゆっくり解説していきましたが、今回から普通のスピードで解説していきます。極力説明文を挿入していきますが、それでも速いと思われる方は再生速度を変更して対応してください。それでは始めていきましょう。まず全体を選択し、右クリックで移動コピーコマンドをクリックします。コピーに作成にチェックを入れて、出てきた矢印を右方向にドラッグします。いいところでまた左クリックをしてください。OK ボタンを押して、いらない線をトリムコマンドで削除していきます。今回は5度変更したストレッチタイプを作りますので、45度の角度を50度に変更します。45度のところをクリックして50に入れます。135度の線はトリムコマンドで削除しておきます。次に作成ミラーコマンドで50度の線をクリックして、ミラー中心線に真ん中の線を選択します。OK ボタンを押してミラー化します。これで50度のストレッチタイプの X が出来上がりました。ここに同じようにプロペラの寸法 127mm を書くのですが、適当な円コマンドで適当な円を書いてください。適当な大きさの円を4つ書いたら、同じ値コマンドで全て同じ値にしていきます。これでストレッチタイプの出来上がりです。X タイプに比べて前2枚のプロペラの寸法が少なくなっています。それではストレッチタイプにした場合にどのように寸法が変化するのか見ていきましょう。まずトゥルー X の場合、モーターとモーターの中心を線で結び、トリムコマンドでいらない線をカット。計測コマンドをクリックし、クリック、クリック、21.492mm。これに対してストレッチタイプの場合は、同じようにモーター間をクリックし、いらない線をクリック、これ間違えて消してしまいましたね。もう一度線コマンドを押して、ここに線を足していきます。計測コマンドを押して、クリック、クリック、先ほど 21.498mm だったものが 33mm になりました。それに対して前2枚のプロペラはどう変わったのでしょう。トゥルー X の場合は先ほどと全く同じ寸法になるはずです。同じようにクリック、クリック 21.492mm。それに対してストレッチタイプの場合はモーター間をクリックし、トリムコマンドでカットしていきます。計測コマンドで計測しますと約 7.985 約 8mm になります。これですと今これは5インチですので今 8mm ありますけども、 5.1 インチのプロペラの場合はこれが限界値となります。ですから約5度ぐらいが一般的な寸法になるかと私は思っています。さて、みんな大好きアストロ SL5 に関してですが、どのようになっているのでしょうか。まずモーター軸間距離が 220mm になっていますので、これを変更します。あと足の中心点がドローンの中心より30ずれていますので、まず適当な線を引き、平行線コマンドで平行線を描きます。モーターの中心より3センチ 30mm ずれたところに線を描き、そこからモーターの中心から線を引っ張ります。同じようにもう一度モーターの中心まで。これをミラーコマンドで線クリッククリックしてミラー中心線をドローンの中心にセットし OK を押します。
いらない TrueX の線をすべて消したらですね、消していきます。これがアストロ SLX になります。実際足の角度がどうなっているのかというと、このように線を引き、計測コマンドでこの三角をクリックしていきます。そうすると約 31.6 度、TrueX が45度でしたので、それから 31.6 度に変更になったということです。私の中では TrueX というのはあくまで45度の足のことを言っていますので、このアストロの場合は TrueX ではなくただの X という分類に分けています。では早速 TrueX の方を進めていきましょう。まずはいらない線をカットします。まずプロペラの線をカットしてモーターの取り付け穴を描いていきます。まずここで中心円を 15.7mm でまず作ります。なぜ 15.7mm というのは 16mm×0.3mm ということです。次に 19.3mm の円を、なぜ 19.3 かは19プラス 0.3mm ということです。これは少し大きめに穴を開けているということになります。ここでまず平行の線を描き、さらにそれに対して垂直の線を描きます。先ほどの円との交点のところに中心円で 3.3mm の円を2つ描きます。なぜ 3.3mm かというと M3 のネジが入るから 3.3mm になっています。 3.3mm に描いたら今度は直線で円と円を結びます。同じように直線で円と円を結びます。その後接線コマンドを押して円と直線をクリック、もう一度直線と円をクリック、同じように円と直線をクリック、円と直線をクリック。ちょっといきませんね。これでいきますかね。これで一応全部線と直線が接線になったということです。トリムコマンドでいらない線をカットしていきます。拡大して細かいところもすべてカットしてください。残ってますね。ここも消しましょう。で、作成で円形状パターンを選択し、コピーする線をクリックしていきます。オブジェクトですね。中心点をモーターの中心点に設定し、あと数が今3つになってますので、ここで4に変えます。そうすると4箇所コピーされます。これがモーターの取り付け穴になります。次にモーターベースの外形を描いていきます。まずモーター取り付け穴の外の寸法はいくつになるかと計測します。これで 11.3mm になります。実際に外の寸法はいくつになるのかと計測しますと、ここからここまで 22.6mm、 これにモーター取り付け穴から 1.5mm、1.5mm 離れたところがモーター取り付けベースの外形となります。ですから 25.6mm の外形線を描きます。次にモーターアームを寸法を描きますが、ここはベーシックドローンですので、モーターのアームは 10mm、遠ミリにします。ですから中心から 5mm と 5mm の線を描きます。
ここまでできましたら、トリムコマンドでいらない線をカットしていきます。これもこれも全部いりません。最後にこの線とこの線を削除していらない線は終わりです。あとはこのモーターアームを立体化していきましょう。まずは保存をかけてシフトボタンを押してマウスホイールのボタンを押しながらドラッグすると、このようにスケッチが斜めになります。ここでスケッチを終了して押し出しコマンドを押して立体化したいところをクリックしていきます。モーター取り付け穴はクリックしないで、他はクリックして選択していきます。すべて選択し終わったら矢印を上に引き上げ、とりあえずアームは 5mm とします。5mm でこれがモーターアームとなります。ここでモーターの中心のところに穴を開けておきましょう。スケッチをこの面に選択して 8mm の穴を開けます。同じように押し出しコマンドで選択して切り取ります。これで一応ベースとなるモーターアームができました。厚みは 5mm になります。お疲れ様でした。今回はこれで終了とさせていただきます。これがこのチュートリアルで作っていく機体となります。まだ最終的な設計は終わっていませんが、感じとしてかなり光合成で練習に最適となる素直な飛行特性を持ったドローンになると思います。最後にチャンネル登録といいねボタンを押していただくと励みになります。では。